はい。ヘラシギ探しに奮闘する一日ということで、バンパックターレ、タイに行ってきました。2025年1月ですね。3連休を利用してタイに行きました。このバンパックターレってどこにあるかっていうと、タイの半島の付け根ですね。内側ですね。要は、タオ島とかがある方、シミランとかじゃなくて、こっち側になります。で、バンコクから車で3、4時間ぐらいのところですね。混んでたりとかするとちょっと時間かかるんですけど、この内側のバンコクのこの黄色い四角ですね。バンコク一番近いワンみたいなところの、地図でいう西側ですね。この赤いところのところですね。ここに塩田があるんですけど、この塩田のところに水鳥がたくさんやってきてます。はい。ここが目的地です。結構広いです。そうですね。どれぐらいなんですかね。結構歩きました。この端まで行くのにだいたい20分ぐらいはかかるかなっていう感じですね。でも目的はヘラシギです。超デッドリスト。絶滅危惧種なので、死ぬ前に一回は見ときたいなと思って、ここで見れるっていう情報があったので、とはいえ一人で行くので、あとここ交通の便も良くなさそうで、電車とかバスで行くのはあんまり現実味がないっていうことで、いろいろ調べたら、ワイルドバードエコっていう、えーっと、バードウォッチングもやってる旅行会社というか、ガイドを紹介しているところをウェブサイトで見つけたので、ここの、1日バードウォッチングコースみたいなのに申し込みました。スケジュールはですね、ホテルに5時半に迎えに来て、それから移動して、7時頃着いて、それから単調を始めて、で、また一回お昼食べて、で、午後も単調をやって、16時に、現地を出て、まあ、なんですかね、6時に出て、ホテルまで送ってくれるみたいなことを書いてあったんです。でですね、このサイトを介して申し込みをして、私の場合、いろいろ、なんだろう、WhatsApp とかで繋いでもらって、で、話をして、どうしたらいいですかって言ったら、一人なら、一人っていうか、三人まで同じ料金なんですかね。振り込みっていうか、銀行振り込みでお金が入金されるのを確認して、ツアーが確定しますみたいな連絡して、それでやり取りをしましたと。で、いろんなやり取りをしていく中で、私は、スワンナブーム空港に、一応飛行機の到着時間は1時50分。なんだかんだ外に出るの時間かかるでしょうから、みたいな感じで、とりあえず空港出てタクシーでどっか適当なとこ行きますよ、みたいなことを投げたら、いやいや、空港ピックアップしてあげるよ、みたいなことで返事もらって、普通ホテルに5時半に来るんですけど、なんと4時半に空港に迎えに来てくれるってことで、ありがたいですね。ということで、今回私の一日なんですけど、4時半に迎えに来てもらいました。で、移動して、もちろん途中でドライバーもトイレ行くんで、で、現地に7時ぐらいに着いて、で、ちょっとだけコンビニ休憩。でもここで空港に迎えに来てくれた人は2人で、ドライバーとなんかアシスタント、多分私が日本人なんで、前に日本にいたことがあるっていう女性の人は一緒に来てましたね。で、そのコンビニでは、また違う2人が、この人たちがガイド専門なんですね、多分。スコープを持って2人。で、朝ごおはようございますみたいな感じで、みんなそこでなんかちょっと朝ごはんみたいに食べてて、お腹空いたんだったらここでなんか食べてから行きましょうかみたいな感じで、コーヒーとか、ちょっとなんかサンドイッチみたいなの買って。
食べましたね、バナナと。で、タイのコンビニはカードとか使えるんですけど、ある程度金額がないと断られるんで、まあ、現金を持ってた方がいいですと。まあ、注意事項はそんなとこですかね。で、それから、まあ、午前中単調やって、で、昼食、そんな高くないですけど、4、500円もしないところでご飯食べ行って、で、また午後も単調。で、午前中はそのドライバーと一緒に来たおばさんも一緒だったんですけど、午後は、まあだから午前中は僕以外4人ですね、一緒に回って、午後は、そのドライバーとおばさんは多分、車で休憩。私はその現地の団長のお姉さんとおじさんと3人でまたひたすら僕は何が見たいって言われたらもう本当にヘラシギが見たいです。スプーンビルサンドパイパー。それしか言ってなかったんで。で、まあ4時ぐらいまでもうお腹いっぱいですかみたいな感じで。ということで、バンコクに向けて出発しました。で、どっかで、僕またホテルじゃなかったので、どっかで降ろしてください。都合のいいところでいいですよ。って言ったら、アイコンサイアムっていうところで、なんか商業施設みたいなところですね。もうそんな電車の駅も近くない、そんな便利もないんですけど、なんか、一番栄えてるのかよくわかんないですけど、ペニンスラの並びなんですかね。まあ、そのあたりで降ろしてもらいました。まあ、着いたの8時も回ってたので、まあ、それからご飯を食べに行ったって感じですね。まあ、こんな感じですね。車移動中は結構寝れるので、まあ、単調時間は意外とシャキッとしてました。まあ、風が強くてですね、なんか鳥の写真も羽がピーって跳ねてるような、本当に風が、動画見てもらえばわかるんですけど、水面が超流れてるでしょ。別にこれ川じゃないんで。はい。で、入金なんですけど、普通カード払いとかがなくて、入金するのはちょっと、ハードル高いなと思って、一応、なんか銀行のコードがあって、スイフトコードとかが、スイフトか、みたいな。これ結構手数料が高いよなと思いながら、でもいろいろ調べたら、ワイズっていう金融機関がありまして、これなんか各国にそれぞれ金融機関の営業届みたいなのがあって、今、最近ちょっと巷で噂らしいんですけど、で、ここで海外送金っていうのがあったので、ちょっとここのメンバーになって、すぐ海外送金手続きをして、ここに、言われた金額を、このアカウントナンバーを入れて、そうすると、ここのワイズから、じゃあ、いくらなんで、手数料も含めていくらなんで入金してくださいっていうメッセージが来るので、で、それが私が選んだのは、選んだのかどうか。まあ、楽天銀行の集中口座、要は仮想口座ですね。よく銀行で、まあ、みぞだったらなんとか集中点みたいなやつで、要は企業とかがよく、その顧客に一人ずつ、まあ、口座番号を割り振って、なんかそこに入れたらこの人から入金されたっていうのがわかりますみたいな、なんか口座を振ることがあると思う。そんな感じですね。まあ、そこに指定のところに金額を入れたら送金が開始されて、まあ、結構1時間じゃない、1日ぐらい経ったらもう次の日には入ってたんじゃないですかね。なんか入金確認できましたっていう WhatsApp で連絡が来たので、はい。おすすめですね、ワイズ。確実にお金を送ることもできましたし、あとついでにこのワイズ、このグリーンのワイズデビットカードっていうのを使いました。まあ、話ついでにちょろっと言っておきますと、このワイズっていうのの、この金融機関には、例えば日本円でも口座にお金を持ってくるし、そのとは別に米ドルとか、要はタイバーツとか、それぞれ口座にお金をその金額で、その、そのレートでその時に、要は変えて、口座にしとけるんですよ。だから、日本円が高くなったら、米ドル買ってっていうか、米ドルにして、そこの口座に入れとくとかして、で、まあそのお金で持ってれば、アメリカ行った時はその
米ドルの口座からこのカードを使って引き落とせるんですよ。それも現地の銀行とかの手数料ぐらいで。でもうそこの国に行かないなと思ったら、そのお金は、どっかの国とか、まあ日本円に戻したりとかしたりとかできるので、すごく便利だと思います。まあカードで、今までは、両替とか、両替とかする、まあ、時間とかもったいないし、前、まあ、バリ島で街中の両替屋で嫌な思いしたことがあるのと、あとは私、深夜便とかで移動するんで、まあ、昼間の両替所とかやってる時には、なかなかっていうのもあるので、まあ、大体カードでキャッシングすることが多いんですけど、このカードがあるんだったら、このカードで前もってそこの現地通貨にしといておろしするのがいいかなっていう風な感じで、まあ、作ってみました。まあ、今度ダイビングでフィリピンとか行く予定もあるし、まあ、香港はちょこちょこ行ってるので、ちょっとこれからどんな使い勝手か、なんか見ていく感じですかね。はい。まあ、なんか使ってる人は本当に手数料も安くていいって言ってるので、期待できると思います。まあ、ちょっと入金の話長くなっちゃいましたけど。あとは、私は1日コースっていうのに行ったんで、ちょっと、その、この、バンパックターレというところに行ったんですけども、半日コースっていうのもありまして、これが、コークカーンっていうところですかね。もうちょっと近いんですね、バンコクから多分。半分じゃないですけど、3分の2ぐらいの距離で行けるところで、ここだったら半日でも行けるし、安いよって、WhatsApp で連携されたんだけど、まあなんか一応ここのサイトでは、ここの評価は、星3.5ぐらいで、でもバンパックターレは星4.5ぐらいだったので、それは絶対ちょっと頑張ってそっちだろうって1回しか行かないかもしれないのにっていうので、1日コースにしました。まあ、興味ある人は別に減らし木じゃないような鳥も見れるので、2日続けていくっていうのもありかなと思います。ちょっとウェブサイトチェックしてみてください。概要欄に貼っときます。で、ガイドなしの人もいました。レンタカー借りてきてる人とかもいました。でも、なんか、我々とすれ違うたんびにどの辺にいるんだいスプーンビル、サンドパイパーはみたいな話をなんかしてたような気がします。でもなんか探せてるような感じはしなかったですね。いっぱいスコープとかカメラとか持ってきてますけど、やっぱり現地のガイドがいた方が、毎日というか、ちょくちょく来てるんで、まあどの辺にいるとか、どういう群れのこの辺りは大体いるよね、みたいな感もあると思うんで、大体ここ何万いるかな。本当にすごいおびただしい数の水鳥がいるんですけど、その中で私が思うに、3羽から5羽ぐらいしかいないんじゃない。まあもしかしたら本当に1、2羽なのかもしれないですけど、それを探すんですよ。もうガイドなしじゃちょっと無理ですね。それにレンタカー借りて、まあタイの運転もちょっと荒そうですね。国際免許も取らなきゃいけないって、いろいろハードル高いんで、まあ6万ぐらい出して、空港まで迎えに来てくれて、バンコクまで送ってくれて、まあ、ガイドもつけてくれて、で、私一人に4人つきましたからね。まあそんな考えるとそんな高くないかなと。日本からガイド付きで行っても、まあ、なんだろう。そんな安くないですしね。だってガイドの飛行機代も入って、まあ、あとはたくさんで動くんで、そうなると、なかなか融通も効かなかったりするので、まあちょっと言葉の障壁というか、なかなか難しいですけど、あんま会話しないんで、いたらこれは何ですって英語で説明してちょっとスコープを覗かせてもらったりするぐらいで、まあわけ分かってなかったら分かったふりっていうか、まあお目当ては減らし気なんで、減らしなんか聞かれたら、まあ、スプーンビルサウンドパイパーって、もう、バカの一丁覚えのようにずっと言ってましたね。で、また、ちょろっと見れたんですけど、また午後も、スプーンビルサイトパイパーが見たい。まあ、いっぱいシャッター押したけど、どこまで綺麗に撮れてるかわかんないんで、
とそう言ってました。ちなみに今回の私はどういうふうな日程で行ったかっていうと、最初はですね、本当に、3連休の金曜日だっけな、土日月休みだった金曜日の夜便で香港に行って、香港1日いて、また夜便でタイに行って、タイに1日いて、夜便で香港に戻ってきて、それから羽田に戻ってくる予定だったんですけど、ちょっと金曜日の夜23時50分ぐらいに香港に行ってる飛行機、または1時ぐらいの便もあるんですけど、その辺の香港エクスプレスが全部埋まってまして、香港に夜中移動するっていうのはちょっと難しいかなっていうのはあったんですよ。もうちょっと行こうって決めたのが、それほどちょっと前じゃなくて、意外と2週間前ぐらいだったので、で、結局何をしたかっていうと、スカイスキャナーとかで、羽田、香港とかで調べたら、沖縄経由で行くのはいいかなと思って、羽田15時25分で、沖縄20時15分で、香港に20時ちょっと過ぎに着くんですけど、これだったら一泊香港に泊まって、で、香港でちょっと、鳥を見て、で、また夜、23時50分ぐらいの飛行機に乗ると、タイに1時50分に着くので、時差が1時間あるので、3時間ぐらいですかね、香港、タイ。で、タイの入国ってすごい結構時間かかって、いろいろ。スワンナブーム空港、でかいので歩いて時間もかかるし、で、なんだかんだで入国したのが3時ぐらいでしたかね。私は一旦、空港の24時間やってるマッサージのところで時間を潰して、今回4時半に空港に迎えに来てくれっていうので、4時半にピックアップしてもらいました。ちょっと、1階の駐車場のところと、2階の迎えに来るような出口があるんですけど、空港の。どっちも同じ3番ゲートみたいに、縦に3番、1階の3番、2階の3番みたいになってるので、単純に3番ゲートに来いみたいなことを書いてあって、私、1階の3番ゲートを探してたんですけど、いなくて、で、ちょっと上を見たら、上も同じ位置は3番だと思って、で、上に上がったらいました。そこで、会えたのでよかったですね。はい。で、1日単調して20時ぐらいにバンコク戻ってきたんですけど、今回ホテルに泊まったのは香港一泊だけで、あとはみんな夜は飛行機移動なので、8時に着いてご飯食べ行って、あとはマッサージで、オイルマッサージ2時間ぐらいですかね。だいたいオイルマッサージを選ぶとシャワー付きの部屋にしてくれるんで、シャワーして。で、それから、23時ぐらいにそこのお店が終わりだったので、それぐらいにグラブでタクシー呼んで空港に移動しました。空港に着いたのは0時ぐらいでしたけど、飛行機は朝の3時20分に飛んで7時5分に香港に着く飛行機だったので、香港に着いて、マイポ、タイポカウ回って、で、夕方っていうか夜の7時50分の飛行機で羽田に帰ってきた。こんな感じですね。飛行機で移動してるか単調してるかみたいな。今回ちょっと宿もヘリテージロッジっていう結構趣のある、ノスタルジックというかいい感じの宿で、今まで香港に泊まったことがない宿でしたね。ちょっと山の上で、意外と、それでもそんな駅から遠くなかったので、そういう宿に興味がある人は、ここもちょっと調べてみるといいかもしれないですね。私、ヘリテージロッジに関しては動画も上げてるので、興味があれば、そっちも見てもらってください。見てください。変な日本語でしたね。マッサージ屋行ったのは、なんとかサイアム。アイコンサイアムのから、地図で言うと南に歩いて、
ペニンシュラの入り口を過ぎたとこ、ちょっと過ぎたところでタイ料理食べて、で、もうちょっと下に歩いたら、このお店があったので、ここに入りましたと。まあ、2時間オイルマッサージで、バスタブみたいになったんですけど、ここお湯は張ってなかったし、張るのにも時間かかるし、なんか、使っていいような雰囲気はなかったので、一応シャワーだけして、はい、ゆっくり2時間コースでマッサージしてます。そんな高くなかったですね。まあ、最初は空港のなんかラウンジ使ってシャワー使えるところと思ったんですけど、まあ、空港のラウンジでまあ、仮眠取れるところもあるのかもしれないですけど、まあ、本当にフルフラットで寝れるところはなかなかないのかなと思ったので、いや、マッサージ屋さんの方がちょっと体も揉んでもらって疲れてるから、リンパを流してもらってみたいな感じでいいかなと思って、ちょっとマッサージ屋さんにしてみました。まあちょっといい年こいて世話しない旅をしてるんですけど、まあ私はあんまお金持ってないので、そんなに優雅に移動に1日とか使えないんですよね。で、まあ、福岡、福岡、関東地方というか東京に住んでるので、深夜便とかも多いので、まあそれを利用して、まあなので、土日だけでもタイだったら行こうと思えば行けますかね。タイ航空で深夜便で行って、まあ土曜日はそんなに早く、いくら朝着くって言っても入国できるのは多分7時ぐらいになっちゃうので、直接タイ航空の羽田からの深夜便で行くと、で、そこは一泊して、翌日早朝に迎えに来てもらって、で、帰りは逆に空港まで送ってもらって、そうですね、タイ航空の夜飛んで朝羽田に着く便とかで帰ってくる。月曜日の朝になりますけど、まあ、その足で会社に行くもよし。なので土日で行こうと思ったら行ける単調ですかね。まあわざわざ会社休む必要はないと。まあ、それもかなり強行ですけどね。まあでもタイから羽田まで乗ると結構ね、ぐっすり、まあ飛行機で寝れる人は寝れる人はですけどね、十分睡眠時間に取れると思うんで、まあ途中でご飯食べたりとかそういうのも全部やっちゃうとなかなか寝つけないかもしれないですけど。まあでも私は今回 LCC 級の飛行機でずっと行きましたが、まあタイ航空とか一応ね、レガシーキャリアで行くともうちょっとシートも柔らかいし、寝やすいのかもしれないなって感じはします。ただ私あんまり飛行機4時間以上乗るのちょっと不安でとかあるので、前にちょっとパニックっぽくなったことが1回だけシンガポール行くときにあって、まあそれ以来ちょっと怖いので、よく刻んで香港寄ってシンガポールとか、香港寄って、クアラルンプールとか、香港寄ってコタキナバルとか、なんかそういう生き方をしてますね。ちょっと安心します。香港ぐらいだと国内線よりちょっと遠いぐらいのイメージで行けるので、なかなか4時間以上乗るってなるとちょっとビビります。まあ余談でしたけど、そんな感じです。
このチャンネルは野鳥観察・撮影に関する情報を6分7分の短いスライドを中心に紹介しております。参考になったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。